皆さんこんばんは、バイオリニストの山本さゆです。はい、平日の夜にようこそお越しいただきましてありがとうございます。今日ね、平日なんですよね。なんかスケジュール帳では今日祝日ってなってるんですけど、今日はね、なんと平日ということで、私もレッスンのスケジュールを毎月決めているんですが、その時ね、皆さんとこの日は祝日平日みたいなやり取りをしたんですけれどもね、なんか7月がかなりライブが多かったので、ちょっと久しぶりな感じがしますが、皆様いかがお過ごしでしょうかね。あれ、声聞こえてますかねちょっとね、久しぶりなのでちょっとね緊張してますが、一応声が聞こえてたら聞こえてるよって教えていただけると嬉しいです。はい、そうね、7月は結構立て続けに1000人突破したら、あれ1000人突破したのは6月だったかな。なんかそういうのでライブ多かったんですけれども、ちょっとね2週間3週間ぐらい空いたので久しぶりな感じがします。はい、こんばんは、ありがとうございます、聞こえてますよということでね。よかったいつもねそれだけが自分では確認できないのでドキドキしています。はい、ではリクエストライブということで、今日はリクエストライブと銘打ってのライブは3回目になります。リクエストライブは、皆様とチャットでやり取りしつつ演奏リクエストに、お答えするライブになります。でその場でお答えできなかったものは後日リベンジ曲として、心の中にストックしております。で、リクエストの時のお願いとしては、リクエストだと分かるようにリクエストお願いしますと一言添えていただけると助かります。アニメの曲の場合はオープニングかエンディングかまで教えてください。で、リアルタイムチャット以外のリクエストに関しては、YouTube のコメント欄の方に、お願いいたします。最近すごくリクエストYouTube のコメント欄でリクエスト書いてくださる方多いんですけれども、すごくね細かく分かりやすく書いてくださる方が多くて、すごい助かってます。ちゃんと曲名で調べればすぐ出てくるぐらいこの曲かみたいな感じで分かりやすく書いていただきまして、すごいありがたいです。ありがとうございます。なるべくたくさんのリクエストにお答えしたいと思ってますが、お答えできなかったり、あとね順番がちょっと前後しちゃうこととかがあるので、それだけちょっとご了承ください。あと、ライブ楽しんでいただけたら、概要欄にリンクが貼ってあります、お布施というところから投げ銭を送っていただけると嬉しいです。結構毎回投げ銭くださる方がいらっしゃって、とてもありがたいと思っております。本当ありがとうございます。ということでね、今回も一応今回仕様にお布施のお礼の動画は新しく撮ってますので、そちらも楽しんでいただけたらなと思っております。はい、こんばんは。こんばんは、こんばんは、皆様ありがとうございます。こんばんは。風が強いでしょうか。いや、風はね強くないです。もしねゴーって音がしてるとしたら車の音だと思います。ちょっとね車の通りが多いところ、田舎なんですけどね、ちょっとそういう場所に住んでいるので、はい。で今日のリクエストから演奏する予定の曲、リベンジ曲ですねはまず、仮面ライダー電王のクライマックスジャンプ、そしてバイオレット・エヴァーガーデンのバイオレット・スノー、そしてエルガイムのエルガイム、タイム・フォー・エルガイムのね3曲をまず告知にも書きましたが予定しております。1曲目が、仮面ライダー電王ということでね、私ね仮面ライダー電王はね全部見てます。仮面ライダーはそんなに詳しくないんですけれども、一時期見てて、
ファイズでね、スタンディングバイってやつはファイズと、電王とディケイドとカブと、順番が違うね。ディケイドが最後だったかな。なんかね、4つぐらいはね、ずーっと見てたんですよ。うん。で、電王もね、すごい好きで見てて、ヒロインの女の子、花ちゃんがすごい好きだったんですけど、あれ、確かね、女優さんが具合が悪くなっちゃったんだと思うんですよね。なんかね、途中で小花ちゃんっていうね、ちっちゃい、なんかタイムスリップの話で、みんな子供になっちゃうっていう回があって、そのまま花ちゃんだけ戻らなくて、そのままね、小花ちゃんのまま終わっちゃったっていうのをね、すごい覚えてます。うん。仮面ライダーもね、興味がねあって、やっぱ初代の仮面ライダーと、あと爆発がすごいという噂の V3 はいつかこうね、ぜひ見たいと思っているのですがね、こう一個ずつこう見たいものをクリアしているので、いつになるかなと思いつつ見たいなと思ってます。はい、というわけで、まずは1曲目ですね。仮面ライダー電王からクライマックスジャンプをお聴きください。ありがとうございます。仮面ライダー電王より、クライマックスジャンプをお聞きいただきました。ちょっとコメント見ます。はい。ごめんなさいね。音質よきです。こんばんは、こんばんは。ありがとうございます。はい。そう、子供になっちゃいましたね。ご覧になってたんですね。クーガってどれだろう。ミラーワールドのやつは違いますか？ミラーワールドで合ってるかな。ミラーワールドみたいなやつが、仮面ライダーが騎士みたいな格好でかっこいいなって思ってるんですけど、それではないのかな。ありがとうございます。はなちゃん、白鳥ゆり子さん、素敵な人でした。幸せにしてくれていたら嬉しいです。そうですよね。そうそうそう。すっごいね、すっごい可愛かったんですよ。私が大好きな黒髪系の美人さんでね、それだけが心残りです。はい、ミラーワールドは龍騎です。違った。そっか、違うんだ。ミラーワールドはクーガはどんなやつだろう。あとね、あれだ、鬼のやつも気になってますね。うん。鬼のやつなんだっけな。ちょっと大人ライダーのやつね。うん。仮面ライダー電王は仮面ライダーと言いつつも電ライナーっていう電車で仮面ライダーじゃないじゃんってこう言われてたのに、電車の中にバイクがあるっていうすごい無理やりな設定だったのがね、すごい面白かったですね。無理やりこう操縦はバイクなんだなって思ってました。はい。そうだそうだ。鬼は響き、そうだ、響きですね。そうそう、仮面ライダー響き。あれもね、ちょっと和風な感じで気になってますね。仮面ライダーもね、ちょっとやっていけたら楽しいなと思います。うん。
で続いてがバイオレット・エヴァーガーデンの中のバイオレット・スノー。これがねちょっとまだ私見られてないんですけれども、京都アニメーションさんのすごいいい作品だというのは結構やっぱね、バイオレット・エヴァーガーデンはいいよっていうのはよくねお聞きします。あんまりね京都アニメーションさんの作品、京アニさんの作品はあんまり実は見てなくて、春日ぐらいかな。春日はね見てました。この曲は相変わらずこう薄めでこうヒューというウィキペディアを見てる感じだと、挿入歌、オープニングとかエンディングとかではなくて挿入歌で13話の挿入歌って書かれてたんですけど、バイオレット・エヴァーガーデン全部であれかな、13話という風に書いてあったので、すごくいいところでかかっているのではないだろうかと思いながらね、ちょっと曲を聴きましたね。うん。ちょっと確認します。このチャットで見てらっしゃる方、チャットじゃなくてバイオレット・エヴァーガーデン見てらっしゃる方、どのくらいいらっしゃるかな。すごいね、いい曲。でもね、本当はすっごいピアノがね綺麗な曲だったのでピアノ入れたかったんですけどね、ちょっと今日はバイオリン1本になりますが、お聴きください。ではバイオレット・エヴァーガーデンよりバイオレット・スノーお聴きください。ありがとうございました。バイオレット・エヴァーガーデンよりバイオレット・スノーという曲を聴いていただきました。ありがとうございます。はい、
チャットを見ています。バイオレット・エヴァーガーデン残念ながら見たことないです。見たいとは思ってますが、そうそう、すごくね話題ですよね、バイオレット・エヴァーガーデン。悪い感想みたいなことは全く聞いたことがなくて、見た方がみんなすごくいいよっていうアニメだなと思ってます。わーい、ありがとうございます。パチパチ嬉しいです。はい、ピアノも良いですがバイオリンも良いですね。今が美しいです。ありがとうございます。マポリンさんね、リクエストありがとうございます。ね、ピアノのね、本当はピアノの弾き歌いの曲で、そうそう、歌詞がねちょっとそこまで読み込めなかったんですけれども、そうか、歌詞を見るとまた違う感じ、感動があるんですね。結構あれですかね、アニメのその内容に沿ってる内容なのかな。やっぱりね、見ていないアニメの曲だと、音に音楽としてのやっぱり感動、音楽としてのこう美しさっていうところに心を置いて演奏しているんですけれども、それをねやっぱアニメを見るとまたこう一段深くなんか感動だから、こうふわーっとしたものに色がついたり情景がついたりねした状態でまた弾けるので、またいつかバイオレット・エヴァーガーデンねちゃんと見て演奏したいなと思います。ありがとうございます。あ、こんばんはです。遅くにありがとうございます。こんばんは、初見です。愛してるが知りたくて来ました。これはバイオレット・エヴァーガーデンの話ですよね。ごめんなさいね、私がぽやっとしててね。ギルベルト少佐目線の歌詞なんですよ。あ、そうなんですね。そうね、毎度言ってるんですけど、実際に見たいっていうのがねあると、ちゃんとねウィキペディアね、この一番端のこっち側にある何話ある、監督が誰、音楽が誰っていうところと、あらすじをネタバレが見えないぐらい見て、シュッて曲のとこまでね飛ばすようにしてるので、なんかやっぱりね、ネタバレ大丈夫な派の人とダメな派の人がいるじゃないですか。私は言われてシャーって怒ったりはしないんですけど、あ、自分で知りたかったなその驚きっていう風に思ったりはねしますね。やっぱ本当に知らないと本当にびっくりしちゃう時ってあるじゃないですか、アニメ見てて。なんかそういうそのそれ見てる時に感じたかったって思う時がねやっぱねあるのでね、こう相変わらずこう、じゃあ、あんまり内容を今知らないっていう感じですね。はい、ありがとうございます。では続いて、エルガイム重戦記エルガイムですね。エルガイムタイムフォーエルガイム。エルガイムはリクエストいただいた時にオープニングエンディング曲名の指定がなかったんですよ。でオープニングは多分2つあったのかな。で2つとも割と人気があったような感じだったんですけど、まあ多分1個目の方かなと思ったので、今日はエルガイム最初の1期のオープニングの方をね弾きたいと思います。エルガイムね見てないんですけど、多分見ると思います。富野さんですしね。はい毎回音が気になっちゃう。よし、一応ね音出し9時までなので、ではエルガイムから
エルガイムをお聴きください。ありがとうございます。エルガイムからエルガイムをお聴きいただきました。いやー、エルガイム、ダンバインと同じ方が歌ってらっしゃいますよね、確か。うん、これすごいね、声の力がすごいはいはい、バイオレット・エヴァーガ、エルガイム、ありがとうございます。ミオさんですね、ミオさん。リクエスト BGM ですが、さらば宇宙戦艦ヤマト思い出お願いします。思い出いつかかってた曲だろう。わかりました。ちょっと多分家にサウンドトラックがあるので、思い出どの曲だろうな。宇宙戦艦ヤマトね、まだ弾きたい曲実はいっぱいあって、青き花咲く大地ってやつね、弾きたいんですよねあれと地球側の歌結構両方好きで、あれも弾きたいし、そうそうそう、弾きたい曲ねまだいっぱいあるので、またちょっとね確認したいと思います。エルガイムは長野守さん色強いですよね。ね、そうなんですね。キャラデザが長野さんなんですよね。そう、私はねまだちょっと5スター物語足を踏み入れてないんですけど、すっごいロボット綺麗だなっていうのは常々思ってます。なんかこう最初に年表があるっていう話だけ聞いてて、なんか深そうだな、ちょっとこうなんかいろいろ心を準備してから挑もうかしらと思っていてね。はい。エルガイムって音楽とのつながりが深いんですよね。登場するメカもヘビーメタルだし。あら、そうなんですか？そうなんだ。へえ、音楽的なんだ。なんかラーゼフォンみたいな感じかな。ちょっと違うか新しめの曲でもリクエスト OK な、大丈夫ですよ。新しめの曲、あの特に縛っているわけではないので、全然大丈夫です。はい。ちょっとあとね音出し時間が5分ぐらいなので、今日ね最後にこの前30曲メドレーでも弾いたんですけど、改めてダンバイン飛ぶをちゃんと伴奏入りで弾きたいなというのがあって、最後にダンバイン飛ぶを弾かせてくださいダンバインね見始めたんです。すっごい楽しいファンタジー大好きなんですよ実は。ちょっと飲みますね。なのでダンバインね今すごい今6話まで見たんですけど、超楽しんで見てます。はい、というわけでこれはリクエストではないんですけれども、ちょっとねダンバインとグを、はい、今日の最後に1曲お聴きください。
戦士ダンバインから、ダンバイン飛ぶをお聴きいただきました。弾けたこれねどうしても弾きたくて。ダンバインねめっちゃ面白いですね。今日ちょっとね音出しここまでですが、はい、ちょっとありがとうございます。ありがとうございます。ふう演奏すると汗だくになりますね。はい、どこから、オルフェンズのオープニングはじゃーんじゃ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 んじゃ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 んじゃ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 んってやつかしら今のでわかりますかオルフェンズね私ね見てます全部。面白かった。面白かったです。オルフェンズでもなんか極道みたいでしたオルフェンズね、そうそう、オープニングかっこよかったですね、確かに。ファイブスターとエルガイムメカがよく似て、そうなんですね。そうなんだ。へえ、どうなんかファイブスター物語を見てから読んでからエルガイム見てからのファイブスター読むのも楽しいですよ。そうなんですね。そっか。長野さんの作品はね触れたいとは思っております。ダンバインこの酒も面白いですよ。そうなんですね。めっちゃ楽しみもうすごい面白いですね。なんか異世界召喚って私なんか子供の頃にクレヨン王国っていう本が知ってる方いらっしゃるかわかんないんですけど、クレヨン王国っていう本がすごい好きで、それの月の卵っていう話がすごい好きだったんですけど、それも異世界に召喚されるって話だったんですよ。であと果てしない物語ミハエル・エンデの果てしない物語もすごい好きで、それも異世界召喚の話で、異世界召喚ってすごいいいなって思ってる子供だったんですよね。異世界行きたいって思ってて、でも異世界に呼ばれたのにあまり正義の側ではない方に呼ばれるっていうのってすごい斬新と思ってでなんかそんな異世界の世界に行って衣食住を保障してくれてるわけじゃないですか。それでもその自分が正義じゃないっていう風になったらちゃんとそこを飛び出してニーたちのとこに行くショーは偉いなってすごい今思ってます。なかなかね、だって右も左もわからないようなところで飛び出して行きたいけどなかなか怖くてできないし、やっぱトットだっけにみたいになっちゃうんじゃないかなっていう風にね見てて思いますね。今後もねなんかすごくファンタジックな描写がちょいちょいあって、妖精のねチャムがすごい可愛くて、すごいね今後どうなっていくのかで、バイストンウェルの話は結構他にも作品があるっていう風に聞いてるので、ダンバイン見終わったらちょっとその辺のね周辺の作品も見ていきたいなっていうのはすごい思ってます。はい。でダンバインオープニングかっこいいですよね。ほんとかっこいいですね。歌詞もすごいいいですよね。そうそう。正義の歌詞が今ちょっとね今パッと出てこないんですけど、伸びる正義になれと言うっていう歌詞があって、やっぱりね見るとやっぱね弾きたいって
なりますね。これも本当かなり、ダンバイン飛ぶはちょっとかなり好きなアニソンですね。うん、大好きです。はい。で、オルフェンズは私がさっきふんふんふんって歌ったやつで合ってるんですね。あ、わかりました。ちょっとね、今日9時過ぎちゃったので、今日ちょっとすぐ弾けないんですけど、ストックします。あの曲ね、かっこよかったです、オープニング。うんうんうん。そう。ノーリプライもいいですね。あ、やっぱりそうなんですね。結構このね、エルガイムのオープニングって探すと、ノーリプライっていう方も出てきて、最初、あらどっちなんだっていう風にどっちを弾くとエルガイム好きの人はふわーってなるんだっていうのはちょっと悩んだんですけど、このね今弾いたのがミオさんが歌ってらっしゃったのと、あと曲がね一人で弾いてるとちょっと表現しきれないんですけど、オープニングの「でん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 」っていうオープニングの音とサビの高い音と低い音がね交互に機械みたいな音が裏に入るのがかっこよくて、こういうのはやっぱねデュオで弾きたいなと思いますね。はい。それです。熱いアニメです。ダンバイン熱いアニメです。覚悟してみてください。あ、覚悟必要なんですね。富野さんという時点でかなり最初から覚悟はしてはいるんですが覚悟必要か。大胆もね大胆もあんな顔して覚悟が必要なのではないかっていう、なんかねギャグの皮をかぶっていて突然超シリアスになるんじゃないかと思ってねドキドキしながら見てます。任侠です。任侠ですね。はい、任侠でした。悲しかったです最後ね。異世界ものならマジックツリーハウスも面白いです。マジックツリーハウスってなんだろうアニメですか？バイストンウェル物語とかリーンの翼、あ、そうそう、リーンの翼はその映画やってる時にリーンの翼っていう映画あるなって思って、そう気になってたんですよね。はい。うんうん、リーンの翼ね。だからリーンの翼について調べるとバイストンウェルっていうその一連の話があるっていうのを知って、あ、ダンバイ見ないとちょっとリーンの翼見てもあれなのかなと思って見てなかったっていう感じです。はい、カーボーイビバップもぜひ見てください。カーボーイビバップ見てますよ全部2年くらい前かなに見てて、年末とかに最後見ちゃってラスト知らなかったのでズーンってなりましたはーんって。オープニングがねすごいかっこいいですよね。でもそうそうそう、でもああいう風に終わる方がいいのかなって思ったりもします。すごく一個の話としてまとまってるし、そうねでもねズーンってなりましたはい。ダンバイン、あ、そうなんですよ。でダンバインとオープニングの出だしで気持ちが上がりますね。デゲデデンデゲデデンデデンってやつね。そうかっこいいですよね本当にこの曲。エルガイムダンバインを見るならザンブングルも見ていただけると嬉しいですね。あ、そうなんですねつながっているのか。世界まくつわからないはい。あ、そう、カーボーイビバップは来年かなにあのちょっと今名前が出てこないんですけど時空転送装置かなんかの大事故が起こったのが2022とかなんですよ。だから2023とかなんか
ちょっとねそこに引っ掛けて演奏しようかなって思って、やっぱオープニングがねすごいかっこいいので演奏したいなと思っております。はい、メガゾーン23ファーストの曲も聴きたい。なんだろうオーラバトラができる前の物語、リーンの粒。あ、そうなんですね、知らなかった。はい、次の機会でいいですが、ヒゲを剃る、そして女子高生を拾うの思い出しりとり。ああ、わかりました。じゃあやっぱりリクエスト YouTube コメントに書いといてもらえると助かるかもしれないです多分なんか今完全に情報が錯綜している私の中で、ありがとうございます。あ、そうね、ツイッターでもツイッターできれば YouTube にコメントもらえると嬉しいです。異想素晴らしい。異想作館実験塾。あ、そうだ微妙に違う異想作家、そうそうそう、それでね事故っちゃって記憶を失ってっていう話ですからね。ありがとうございます。 YouTube コメントにお願いします。ね、そうそうね、最近はそんな感じでね、私はダンバインを、私ね明日からちょっとお盆休みなのでダンバインをめっちゃ見つつ、最近はねゲームブックをついに始めましたひふきさんの魔法使い、あれが最初のゲームブックで最近復刻したっていうので話題になってて、ゲームブックね前サイポットでもお話ししたんですけど、うちにめっちゃいっぱいあって、でゲームブックやってみたいなっていうのはずっと思ってたので、この機会にと思ってやり始めたんですけど、すっごい迷って山の中をね延々と、はい北に行く、はい五サロになってる、はい扉を開ける、気を失うみたいなことでずっとぐる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 回ってて、でなんかね鍵が1本しか見つからなくて、でなんか最後なんかあれ魔法使いと対決するわけじゃなくて、その財宝を手に入れるっていう話みたいで、箱がね開けられなくて、箱にすがりついて泣いているっていう描写でね終わってしまったのでね、またやり直したいなという思っております。はい、ゲームブックも熱いですね。 YouTube コメントに書きますね。メガゾーン23、背中越しにセンチメートル、ストックされているリクエストをどこかに書き出すとかできますか？あ、なるほど、それはあれか、被らないようにってことですかね。ちょっと考えておきますね。リスト化してあるのでどこかに書き出すっていうことは多分できると思います。はい、はい、わかりました。エデンズがエデンズゼロの初期エンディング冒険のブロックをお願いします。ゲームブックも熱いですね。ソーサリーが好きでした。あ、そうなんですね。ソーサリーってそれかな。なんか今新しいやつはボックスで買って5冊ぐらい今入ってて、そうだからまだ1冊しかやってなくて、1冊目で箱にすがりついて泣いてるって描写で終わってズーンって、なってます。でもねすごいやっぱ面白いなと思ったのが、サイコロ2個振って敵側と自分側のターンを攻撃をするんですけど、敵側も自分で振るっていうのがすごい私の中では新鮮で、なんかこう敵の時だけすごいいい出目が出たりして、なんでじゃーってなってましたね。自分の時11とか出て、なんでじゃーってなってましたはい、
鍵の収集が肝ですね。あ、そうなんですね。やっぱね、鍵も多分何個かあるっぽいので、ね、ゲームブック全部こう、分岐を書きながらやってたので、もう一回最初に戻って、回り直そうかなとは思ってます。ホームズ10の怪事件もめちゃくちゃ面白いで、それは、ゲームブックの話ですね。きっとね。はい。そう。はい。リスト化ありがたいですね。リックの傾向が知れると助かり、そうなんですね。そうなんだ。そういうご意見ありがとうございます。そっか。どういうものが来てるかっていうのをこうリクエストする皆様もお知りになりたいということですね。わかりました。はい。ブックにダイスの目が書いてあるの良いですね。そう。ブックにね、ダイスの目書いてあって、パラパラパラってあれ、サイコロがない人もできるみたいなことですよね。ね、びっくり。先生。こんばんは。レッスン終わってからライブをやっている先生です。そう。ね、ゲームブックやってて、あとね、あれをやり始めました。ゼルダの伝説のスカイウォードソード。あれでやってます。ジョイコンでやってるんですけど、ジョイコンの操作がね、本当に本当に難しくて、ジャイロ操作で多分こうやるんですけど、こう手のちょっとした動きをジャイロが拾ってしまい、あらぬとこに物が飛んでいくっていうね、とこね、言ってますね。はい。気候戦記ドラグナーのオープニング、夢色チェイサーをリクエストします。わかりました。ドラグナーあった気がする。なかったかな。なんか、やっぱり傾向はあって、確かに、よく来るリクエストっていうのは、ありますね。単影ガンダムの月の前はいい曲ですよ。いい曲ですよ。いい曲です。演奏動画にあります。はい。聞いてください。月の眉はあれだけでもすごいいい曲なので、月の眉だけでも、演奏動画作りたいなという気持ちもね、実はあったりします。単影ターンもね、今悩むとこなんですよね。メドレーとかはこの前の30曲メドレーみたいに、メドレーはライブの時の方が盛り上がるのかなって思ったり、ね、演奏動画はどうなんだろう。メドレーよりも1曲ごとの方がいいのかなとか、結構ね、悩みながらやってます。サンライズ系が多いような、サンライズ系多いですね。サンライズ系が多いのは、私がサンライズチャンネルをめちゃくちゃ見てるせいなのか、サンライズ好きの方が多いのか、どっちなんだ。でも本当にどんなリクエストでも受けたいとは思ってます。ただそうこの前もお伝えしたんですけど、ゲーム系の曲は割とね著作権が難しい時が多くて、それだとね答えられない時はありますので、それだけちょっとねご了承いただけると思いますね。あと特撮系も多いですよね。特撮も私がよく特撮を見ているからなのかなと思ったりもしますが、はいね。というわけで今日はねちょっとおしゃべりが多めになりましたが、そろそろ終わりにと思ったらこんばんは。こんばんはね。そろそろ終わりにしようかなって思ったら人がいっぱいやっぱりあれかな、8時半だと平日はね来づらいのかなと思ったりもしますが、皆さんどうですか？でね、ちょっと待ってくださいね。次の、
ライブが土曜日かな。土曜日ってしてるかな私。8月28日の、土曜日を予定してます。うん。で、ちょっと一応確認しよう。ちゃんとね、ライブ前に確認しときなさいって感じなんですけど、レッスンから帰ってきてライブをし、そうですね。8月28日の土曜日のこの日はお休みの日なので、ちょっと早めに8時ぐらいから1時間ぐらいやろうかなって思ってます。この日もリクエストライブになるので、はい、リクエストから弾いていきたいなと思ってます。ね、ちょっと演奏できる時間過ぎちゃうとストックに入ってしまいますが、全然チャットでいただけるのはありがたいですし、リスト化についてもどういう形で書いていくかは考えたいなと思います。ですのでね、また遊びに来ていただけると嬉しいです。まただ。なんだろう。古いですが、ゴーゴートリトンお願いします。トリトントリトンってトリトンか。手塚治虫さんのかなトリトンね、曲聞いたことあります。すごいかっこよかった、確かに。仮面ライダーだとファイズの主題歌がお気に入りです。ファイズの主題歌知ってるはずなのに全然思い出せないな。なんだろう。ぽやっとでも覚えてるのがほんと伝言だけだったんですよね。でもファイズのオープニング好きだったと思うんですよ。多分ね、聞けばすぐに思い出すと思います。ね、皆さんたくさんリクエストありがとうございますね。でリクエストあれですね、リクエストお願いしますって書いていただけるとね、やっぱり助かります。いい曲ですよ、いい曲ですよってすごい嬉しいんですけど、リクエストなのか違うのかっていうので、ちょっと私がそわそわしてしまうので、リクエストお願いしますって書いてあるものをリスト化しておりますのでね、その辺をちょっとお願いできるとすごい助かります。はい、というわけでね、今日はちょっとこの辺にねしようかなと思いますが、今日もね楽しいなと思っていただけたら、概要欄のリンクから投げ銭をいただけると助かりますね。未だにね収益化はねできていない我がチャンネルでございますでで応援投げ銭のお礼動画はまた新しく撮り直しましたので、そっちもね楽しんでいただけたらいいなと思います。はい、そんなところかしらありがとうございます。お疲れ様です。超徳さんありがとうございます。お疲れ様です。リクエストお願いします。プラレス三四郎のエンディングクラフトラブ。わかりました。ありがとうございます。リクエストお願いしますって一言いただけるとね、本当に助かります。ありがとうございます。というわけで、最後は勝って挨拶しようかな。今日も、ご覧いただきましてありがとうございました。またバイオリンサイチャンネルでお会いいたしましょう。またねー。